突然ですが、皆さんは左手デバイスというものを普段使用していますでしょうか？左手デバイスとはその名の通り、主にキーボードの左側に置いて使用するようなアイテムのことであり、例えばよく使うけどちょっと入力するのが面倒なショートカットキーなんかを割り当てておき、ワンボタンで発動することができるようにしたり、あるいは PC でお絵描きをする際など、手前にキーボードを置いておくスペースが十分にない時でも最大限に操作を行えるようにしたりというように、左手デバイスというアイテムは1台デスクの上に置いておくだけで PC で作業する際の効率をものすごく高めてくれます。しかしながら、そのようなショートカットを自由自在に割り当てて使用できるようなタイプのアイテムというのはどれも高い。例えばクリエイターに根強い人気のあるタッチパネルとつまみが搭載されたループデックライブというアイテムは 39,600 円。また最近旧 TwitterX の広告でよく見かけるお絵描きユーザーに大好評のツアーボックスエリートというアイテムは 39,960 円。左手デバイスは3万円を超えなきゃ売っちゃいけないのかと言いたくなるくらいに良さそうな左手デバイスってかなりの高級アイテムになってしまうんですよね。一方でいわゆる左手デバイスと比べたらかなりお安く入手することのできるテンキーと呼ばれる数字キーのみが搭載されているキーボードのようなアイテムに様々なショートカットキーを割り当てて左手デバイスのように活用するということも可能ではあるんですが、個人的にはどうもしっくりこない。機能だけを見れば確かに同じように使用することはできるはずなんですが、どこか物足りないような部分を感じてしまうんですよね。いかにも数字を入力してねみたいなビジュアルをしているのが気に食わないのかもしれません。やっぱり俺たちには左手デバイスってまだ早かったのかなと、左手デバイス探しをほぼ諦めかけているそんなあなたに朗報です。なんと現時点で間違いなくコスパ最強だと胸を張って言える、誰にとってもちょうどいいそんな左手デバイスをついに見つけました。というわけで今回は僕が購入したコスパ最強左手デバイスとは一体何なのかということをご紹介しつつ、すでに左手デバイスという類をたくさん持っている僕がなぜ今回こちらのアイテムを購入するに至ったのかという真の目的についてもお話ししていきます。というわけで今回紹介するのはこちら XP ペン ACK05。 早速開封。内容物は本体、説明書、シール、説明書にケーブル、レシーバー。それでは本体をじっくりと見ていきましょう。こちらは見ての通り大変コンパクトなサイズ感のアイテムになっています。こんな感じで横から見ても激薄です。また本体には10個のボタンとくるくる回して操作をすることができる部分が1つ搭載されているという構造をしています。ちなみにこちらは XP ペンというメーカーから発売されているアイテムであり、 XP ペンといえば液タブと呼ばれるディスプレイにペンで書き込むようにして操作をすることができるアイテムを主にリリースしているメーカーなんですが、僕も普段 XP ペンアーティスト24というクソデカ液タブで毎日お絵描きをしていたりします。なので主なターゲットとしては右手でペンを持っているお絵描きユーザーだったりするわけです。まあ僕もお絵描きユーザーの末席に佇んでいるような人間なので、ある意味ターゲット層にぴったり合致している人間なんですが、もちろんお絵描きユーザーでなくとも十分に大活躍してくれるようなアイテムになっています。ではこちらの XP ペン ACK05 は一体どこがすごいのか、ここからはそんなすごいポイントを2つご紹介していきます。とその前にお値段に関するお話を先にしておきましょう。なんたって今回の動画のタイトルはコスパ最強の左手デバイスですからね。ということでこちらの XP ペン05のお値段は 5,999 円。優しい。当然のように5桁を要求してくる、そして良さげなものは3万円以上じゃないと販売しちゃいけないルールのある左手デバイス界において、ここまで軽率に手を出したくなるような価格設定があっていいのかというくらいの金額感になっていますよね。さらにはこの XP ペン ACK05 というアイテム、ものすごい頻度でセールが開催されていて、今動画を撮影しているのは3月21日なんですが、公式ストアでは現在新生活応援キャンペーンといって 10% オフの価格で販売されていました。ということでそんなお値段も踏まえつつ、ここからのすごいポイントというものも見ていてください。すごいポイントを丸1回す動作が行えるこちらの XP ペン ACK05 の最大の特徴と言ってもいいのがこの部分だと思います。こちらの本体にはこんな感じでホイールというくるくる回して操作をすることのできる部分が搭載されているので、ボタンだけではない回す動作というものを割り当てて使用することができてしまうのです。皆さんこの凄さ気づけていますか？実は回す動作が行えるアイテムというのはかなり貴重です。それこそ僕の手元にある
ある回す動作を行えるアイテムといえば、本体につまみが搭載されているループデックであったりとか、たくさんのホイールが存在しているツアーボックスであったりとか、あるいは僕も現在デスクの上で愛用している Stream Deck Plus というアイテムだったりするわけで、このどれもが3万円を軽々しく超えてくる大変恐ろしいアイテムなわけです。なので僕にとって回す動作というものは高級左手デバイスの特権なんだなというくらいの認識がありました。しかしそれを今回打ち砕いてくれたのが XP Pen ACK05。 1万円にも満たない価格設定でありながらも申し分のない回す動作というものを可能にしてくれるわけです。ありがとう。でも回す動作なんて本当に必要なのと思った方もいるかもしれません。断言します。必要です。例えば回す動作が行えれば画像などを直感的にズームインズームアウトすることができたり、ウィンドウを直感的にスクロールすることができたり、他にも動画編集をする際にはショートカットキーを割り当てて直感的にタイムラインを左右に移動できます。もちろんこちらの XP Pen ACK05 はお絵描きユーザーがメインターゲットとなっているので、デフォルトの機能であればキャンバスの回転、ブラシサイズの変更なんていう操作も爆速で行うことができるのです。つまるところ回す動作というものが行えるだけでものすごく直感的な PC 操作を実現することができるのです。これを一度知ってしまったらもう他の左手デバイスには戻れないですよね。すごいポイント2、ワイヤレスで使えるいわゆる左手デバイスというアイテムはキーボードマウスをデスクの上に設置した状態でさらにその左側に置いて使用するなんていうことがほとんどですから、シンプルな話デスク上のものが増えてしまうんですよね。その際に有線のアイテムであればデスク上を伝ってしまうことになるケーブルまで増えてしまうことになるので、相当のごちゃっと感が発生してしまいます。しかしご安心ください。なんといってもこちらの XP Pen ACK05 はワイヤレスで使える。さらに言えばこのワイヤレス接続というものもただの Bluetooth 接続だけではなく USB レシーバーを使用した 2.4GHz 接続にも対応しているわけです。個人的にはレシーバーでワイヤレス接続できるというのはものすごく嬉しい。というのも僕は普段デスクトップ PC を使用しているんですが、どういうわけか Bluetooth 接続が不安定になったりできなくなったりする瞬間というのが多々あります。それこそ以前までは Microsoft Numberpad という Bluetooth 接続で使用する10キーというものをキーボードの左側に添えて使用していたんですが、どうも PC を起動した後にうまく接続されずに使用できないということがあったので、結局使わなくなってしまったという過去があるんですよね。そういう意味でも個人的には USB レシーバーでがっつり接続しておけるというのは何よりもありがたいです。ちなみにワイヤレスで使用するという話題になればどうしても気になってくるのがバッテリー持ちだと思うんですが、このあたりで特に不満を感じることはありません。基本的に電源スイッチを操作することなくつけっぱなしで、かつ毎日1回は絶対に使用しているような状況なんですが、充電が必要になるのはだいたい月に1回から2回程度という感じですね。常にデスク上に充電ケーブルを用意しておくほどのものでもないので、充電する際にはモバイルバッテリーを手元に持ってきて端子にぶっ刺しながらいつも通り使うみたいな感じになっています。ということでここまで僕が使用してみて感じた XP Pen ACK05 のすごいところを2つご紹介してまいりました。正直かなり魅力的な選択肢だなと感じていただけたのではないかと思っているんですが、ここからはもう少し具体的にこちらの XP Pen ACK05 は一体どうやって使用すればいいのかという点についてもお話ししていきます。こちらの XP Pen ACK05 を使用するためには XP Pen のソフトウェアが必要です。インストールするとこんな感じの画面を立ち上げることができます。ちなみに僕はすでに XP Pen の液タブというものを使用していたので、同じソフトウェアの中で管理することができてめちゃめちゃ快適でした。そして当然ショートカットデバイスですからキーの割り当てをすることになるんですが、まずはボタン側の割り当てについて見てみましょう。本体にはこんな感じで10個のキーが搭載されているので、この一つ一つに対して好きなショートカットキーというものを割り当てることができます。例えばこの辺のキーを選択したらカスタマイズを選択してキーストロークを入力してあげれば OK。 またキーストローク以外にも例えばマウスのクリックやスクロールだったりとかアプリケーションの実行なんていう機能も割り当てることができます。かなり自由度は高いです。もちろん XP Pen という液タブメーカーの左手デバイスなので、お絵描きソフトで使えそうなショートカットなんていうものはこんな感じですでに用意されていたりします。ちなみにこの10個のボタンの割り当てに関しては4レイヤー構造になっているので、実質40個の機能を割り当てて使用することができます。あと言い忘れていたんですが、このソフトウェア内にはデフォルト
トというボタンが存在していて、ここを一度押してしまうと、頑張って割り当てた4レイヤーたちが一瞬にして出荷時設定に変更されてしまうので、くれぐれも皆さんが使用する際にはうっかり押さないように気をつけてみてください。とはいえ、めちゃめちゃ押しちゃいそうな位置にある上に、初期化しますかみたいな確認ポップアップも出てこないので、割り当てが完了したら歯車ボタンから設定ファイルをエクスポートを押してキー割り当てのバックアップを取っておくことを強くお勧めします。僕はこのデフォルトボタンのせいで3回くらい涙を飲んでいます。続いてはホイール側のカスタマイズについて見ていきましょう。まず本体の構造として、ホイール部分にはくるくる回せるリング状のパーツと真ん中にあるボタン状のパーツに分かれているんですが、割り当てができるのはくるくる回せるリング状のパーツのみであり、真ん中のボタンに関してはリングに割り当てている機能の切り替えという機能で固定されています。さて、このくるくる回る部分のキー割り当てですが、こちらも4レイヤー構造になっています。なので好きなショートカットを4つストックしておくことができます。ただしボタン側のレイヤーと連動しているわけではないので若干の注意が必要です。こんな感じで計4セットの機能を割り当てておくことができ、真ん中のボタンを押すたびにこれが切り替わるような仕組みです。デフォルトではズーム、スクロール、ブラシサイズ、回転という4つの機能がセットされています。お絵かきユーザーであればこのままでも快適に使用することができそうですし、不要な機能がある場合には無効化というものを割り当ててあげれば OK です。また動画編集ソフトで使用したいなど自分の好きな機能を割り当てたい場合には、カスタマイズを選択して左に回すと発動するキーと右に回すと発動するキーというものを割り当ててあげれば、好きなショートカットを使用することができるようになります。ちなみに先ほど僕が動画編集ソフトの中でタイムラインを移動した際には、左回しに左向き矢印、右回しに右向き矢印というキーを設定していました。というわけでここまでこちらの XP ペン ACK05 は一体どんなアイテムなのかということについて長々とお話ししてきたわけなんですが、もしかしたら動画を見ている皆さんは冒頭から何か違和感を覚えていたのではないでしょうか。お前の左手デバイスなんか貼り付いてない？実は僕のデスクに存在しているこちらの XP ペン ACK05 については、なんとこの液タブと呼ばれるアイテムの縁にがっちりと固定をしているんです。そしてこれこそがすでに左手デバイスという類のアイテムをたくさん持っている僕が今回 XP ペン ACK05 というコスパ最強左手デバイスを購入するに至った真の理由に他ならないのです。ということで僕は一体何のためにこちらの XP ペン ACK05 という左手デバイスを購入したのかというと、お絵かきをしている時にいつも使うわけではないけれど発動させるのが面倒な機能を割り当てておきたかったから。こちらの液タブを見ていただいたらお分かりの通り、僕は毎日お絵かきをすることによって現実逃避をすることが習慣になっているタイプの人間なので、日常的にこちらの液タブをデスクの手前まで近づけて何かしらを書いたり書かなかったりしています。その際には当然左手デバイスという類のアイテムを使用してお絵かきソフトの中でズームイン、ズームアウトをしたりブラシサイズを変更したりしているんですが、その左手デバイスとして僕は普段文字入力をする際に使用しているコルネチェリー V3 という分割型キーボードの左側だけを接続して操作をしているのです。なんといってもこちらのキーボードはテンティングといってキーボード本体にものすごい角度の傾斜がつけられているため、長時間操作をしていてもほとんど手首が痛くなったりとか疲れたりすることがなく、大変快適なわけです。そんなわけですでに左手デバイスとして使用できるアイテムを持っていたのですが、ずっと思っていたことというものがありました。それはキーの数が足りない。確かにズームイン、ズームアウトとか回転とか投げ縄選択とか塗りつぶしみたいな主要な操作については過不足なく割り当てることができているので、お絵かきをする際に決して不便だと思うことはありません。しかしながらそんな主要なキー以外にもちょくちょく使うんだけど発動させるのに 2,3 クリックくらい必要な機能みたいなものがお絵かきソフトにはいくつか存在しているわけです。例えば僕の場合は下のレイヤーでクリッピングとか新規ウィンドウを開くとか線の色を描画色に変更などなど、常に使うわけではないけれど1日1回は使うよなという機能があるわけです。そしてそんな機能たちをどうにかデバイスに割り当てておくことはできないかと思いました。しかしそうは言っても僕がお絵かきをする際の姿勢というのは、液タブをデスクの手前ギリギリまで持ってきた後で液タブの左側にはキーボード、液タブの右側にもキーボード、そして手前にマウスという具合ですでにスペースはいっぱいになっていたわけです。どうしたもんかなと悩んでいたところ、ふと思いついたのが液タブに貼り付けちゃえばよくないというものでした。まあ実際液タブには初めからいくつかのショートカットキーが搭載されているモデルなんかも存在しているわけですから、割とありがちな考えではあるのかも
もしれません。ということで、うまいこと液タブに貼り付けて使用できそうな左手デバイスというものを探した結果、ワイヤレスでかつ結構コンパクトな XP Pen ACK05 というやつならいけるだろうということで購入に踏み切ったわけです。ちなみに貼り付け方についてはこんな感じで液タブにマスキングテープをいい感じに貼ったら、左手デバイス側にも両面テープをベッタベタに貼り付けて、あとはドッキング。超手抜き工事なんですが、これが案外がっちりとくっついています。ということで、これなら液タブを前後に動かすと同時に左手デバイスも合わせて動いてくれるし、ワイヤレスなのでケーブルはいらない。ということで、お絵かきをする際の快適さがぐっと増しました。めちゃめちゃ嬉しいです。というわけで今回は XP Pen ACK05 というあまりにもコスパが良すぎる左手デバイスというものをついに発見したので、一体どんなアイテムなのか、そしてなぜ僕はこちらのアイテムを購入したのかということを皆さんに一刻も早くお伝えすべく動画にしてみました。僕はメーカーの思惑通りお絵かき用のアイテムとして購入してしまったわけなんですが、やはりワイヤレスで使えて、かつホイールまで搭載されているのに、だいたい5000円で購入できる左手デバイスというのはかなり貴重な存在になってくると思いますので、お絵かき人間の方はもちろんのこと、シンプルに PC 作業をより快適にしたいという方もぜひぜひ軽い気持ちで導入してみてはいかがでしょうか。あとは動画の高評価とかコメントとか旧 TwitterX のフォローなどなどいろいろよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。